リュウクさんの50年後の日本の未来予想を教えてください。南海トラフ地震と首都直下地震と富士山噴火は50年以内のどっかで発生していると前提でお願いします。30歳の若者が足し算だった時の日本の引っ込みは今とさほど変わらないでしょうか？今より悪くなってるでしょうか？あんまり変わらないんじゃないですかね。結局海外と比べたら日本はめちゃめちゃひもじくなってると思うんですけど、日本国内って国内を相対的に見てるだけなんですよ。今でも日本の会社が最高益を出している会社がいっぱいあるから景気がいいんだって言ってる人いるじゃないですか。で、ちょっと前にバブル時代の日経平均を超えましたって言って、大喜びしてる日本人って結構いっぱいいると思うんですけど、で、バブル時代の時の株価にちょうど戻ったんですよ、日本が。じゃあ、バブル時代のアメリカの株価、SP500 と比べると、今 SP500 10倍になってるんですよ。なので、同じ額を投資してたら、日本人で日本に投資した人は同じ額が返ってきてよかったねで、アメリカに投資してた人は10倍になってるんですよ。多分50年後になると、10倍じゃ効かなくて、多分2、30倍になってると思うんですよね。でも、じゃあアメリカと日本って10倍の差がありました。でも、今でも10倍の差があるんです。できたんですよ。でも、それで日本人がひもじくなったなって感じるかっていうと、感じないんですよ。なぜなら日本人は英語が読めないから。海外の情報を手に入れるとか、海外に行って物価の変化を見てると、あ、日本は随分安くなったなとか、アメリカは随分高くなったなとか、アメリカの技術はすごい進んでるなとか、中国の技術はすごい進んでるなっていうのが、他の言語を分かってると見えるんですけど、日本語喋ってて、日本のニュースしか見てないと見えないんですよ。なので、日本って30年前と街並みほぼ変わんないんですよ。でも中国とかアメリカって30年前と街並み全然違うんですよ。まあ、20年前でもいいんだけど。っていうその進化が全くない状態で、同じ状態がずっと続いているので、日本ってずっと変わらなくて普通だよね。でも、他の国って20年分進歩してるんですよ。っていうのを気づかないっていうのが、多分50年後も一緒だと思うので、日本人は50年後の進歩が気づかず、他の国は成長していて、で、それに気づいた人たちが、海外に投資をして、安い日本で幸せに暮らしてるっていうので、日本っていい国だよねって言ってると思うんですよ。多分僕今日本に住んだ方が、生活費も安くなるし、だいぶ幸せなんだと思うんですよね。投資のほとんどは海外なんで、上がりは全部海外で入るんですけど、でも普通に生活する分には日本の方がコスパいいよねっていう。ヨーロッパの銀行で定期預金で 4% の利子とかあるんですよね。株に投資して2% の配当もらうとかっていうのが日本人が今喜んでるじゃないですか。2% 配当あるんだから株で投資した方がいいようになるんですけど、こっちの銀行で定期預金で 4% 入るんですよ。そうすると、株って下がる可能性あるんですけど、下がんない状態で元本保証で 4% なんですよ。したら別にリスクのある日本の株とか投資しないで、定期預金入れて 4% もらって、それで普通に食えるよねってなっちゃうんですよ。これが海外です。なので、そう考えると、なんで君ら日本に投資してんのっていう風になっちゃうんですけど、でもね、みんな日本好きだしね、日本語好きだからそうなるんじゃないですか。ひろきさんは東京以外に日本首都になれるところありますか？気になります。ないっすね。結局その首都を移転したいと思う人たちのモチベーションっていうのが全くないんですよね。例えばじゃあシドニーとメルボルンっていう都市がお互いに俺たち首都にした方がいいよねっていうので揉めた結果、じゃあ真ん中のキャンベラを首都にしようみたいなパターンはあるんですよ。でも首都をここにした方がいいよねっていうのが東京以外言ってないんですよね。で、じゃあ栃木とか長野とかが俺たち首都にしようぜって言ってるんですけど、それを決めるのって政治家なんですよ。で、政治家で長野を首都にした方がいいよねとか、栃木を首都にした方がいいよねとか、静岡を首都にした方がいいよねなんて言ってる人聞いたことないですよ。地元の田舎の人たちが首都にしたら仕事が増えて人口も得るからいいんじゃねって言ってるだけで、基本的に他の政治家がそこの土地を首都にした方がいいよねって言ってたりしないんですよね。で、京都とかってコメントでいっぱい書いてますけど、京都今めちゃめちゃ人増えて観光客増えて、交通麻痺してるんですよ。なんでそんな状態で京都にさらに首都が来て、政治家とか省庁とか官庁とか来たらもっと不便じゃんっていうので、京都の人たちは首都来てほしいなんて思ってないと思いますよ。なのでそういう意味でいくと東京以外に行きたいって言ってる政治家がいないので増えないんじゃないかなと思いますけども。直近で子供が生まれるため将来の日本をどうにかしたいです。海外に出るという選択肢以外で若者は政治、選挙にどのように向き合えばよいでしょうか。どうにかなっていい日本になってほしいなという気持ちはわかるんですけど、いい日本とは何ぞやという話で、ずっと選挙で投票してる人と今受かってる政治家の人の多くはベストを尽くして今の状況の日本があるんですよね。
なので、まず直近で子供が生まれるっていうのだと、20代か30代ぐらいの方だと思うんですけど、20代か30代の人って残念ながら少数派なんですよ。日本って3分の1がもう年金受給者だったりして、女性の平均年齢が51歳みたいな国だったりするので、なので、少数派のことはほっといて、多数派が幸せになるというのを目指しているのが日本なんですよね。なので、そういう意味では投票する人も自分たち、要は日本人、一般的多数派日本人が幸せになるように政治家を選んで、政治家も多数派の日本人が幸せになるように政策を決めているっていう状態なので、日本はそういう意味では投票している人たちにとってはいい形に進んでるんじゃないですかね。なので、その日本が嫌だというのであれば、クーデターを起こすか、自分が別の国で住むようになるかっていう方が多分現実的なんじゃないですかね。要は他の人の投票行動を変えることはできないし、それを強制的に変えるのは違法行為なので、他の人たちが自分でこういう国がいいなと思って、じゃあこの政治家に投票しようっていう人が投票した結果が、一応みんな政治家になってるので、そこを尊重するしかないんじゃないかなと思います。日本の未来は子供にとってどのようなものになると思いますか？日本が衰退するなら家族で海外移住も視野に入れています。その場合、どこの国がおすすめですか？できるだけ詳しく教えていただきたいです。ですね、日本は結構いい国ですよ。治安もいいし。例えばじゃあフランスで子育てをしようってなると、さらわれるリスクがあるんですよね。基本的にパリだと11歳になるまで子供は外で一人で歩くことはできません。確かハワイとかアメリカも大体そうじゃないかな。なので、親の送り迎えっていうのも、小学校とかに親が連れてって、小学校終わったら親がそれを回収するっていうのがあったりするんですけど、でも日本の場合だと、小学生が勝手に学校行って、で、その後友達同士で友達の家行って遊んだりっていうので、コミュニケーションしたりっていうのがあるんですけど、それが一切ないんですよ。なので、海外のいい面だけを見て割と言う人が多いんですけど、海外の極端にひどい面っていうのは、あんまりみんな見ないことにするんですよね。例えばフランスの学校でプールがある学校ってほとんどないんですよね。日本だと小学校ってプールがあるのは当たり前だと思うんですけど、近所に公的な施設のプールとかがあって、たまに行くみたいなのあったりするんですけど、基本的にはプールありませんと。100メートル走が走れるような学校もそんなにないと思うんですよね。パリ狭いんで。っていうのもあったりするので、でも日本だと東京でも中学校で100メートル走取れるぐらいの校庭は必ずあったりするので、そういう意味では子供をいろいろと自由に育てるというのは割とできる環境なので、やるべきことっていうのは日本語以外を喋れるようにするかどうかだと思うんですよね。日本にどっぷり使っちゃって、日本語以外が喋れないので、日本で就職して日本で働かざるを得ないよね、日本以外の選択肢がないよねと思い込んでしまうと、多分長期的には安い給料でブラックな労働環境で働かされ続ける可能性があるんですよ、日本の場合は。なので、どこかの段階で海外行きたいよねって思わせるっていうのは、僕も大学生の時にアメリカに留学して、別に日本語以外でも生活できるなっていうのが分かったんですけど、っていう感じで海外行きたいよねとかって思わせるっていうので、ちょこちょこ海外旅行に行かせて、楽しい思いをさせて、将来こういう国で働くのもいいと思うでしょうとか、学校ここ1年ぐらい行ってみるのどうみたいな感じで、海外を視野に入れつつ日本で暮らすっていうのでいいんじゃないかなと思いますけどね。鎌倉時代の日本は大震災と疫病と飢饉が同時に襲ってきた頃は、そこら辺に亡くなった人が転がりまくってて、飢えた強奪も日常だったようです。今の日本がどこまで没落してもそこまでいかないと思います。核兵器が撃たれることもないと思います。撃ったら安保で滅亡するから撃たない。なので、どんなに最悪なことになったとしてもなんとかなと思いますが、ひろゆきさんの想定する最悪の日本の未来ってどのレベルですか？核兵器撃たれるは可能性としてゼロではないんじゃないかなと思います。まず安保で滅亡するは僕間違いだと思います。例えばじゃあ仮に中国かロシアが日本に核を撃ったとしても、アメリカはロシアや中国に核撃たないと思うんですよね。日本が核撃たれた時点でもうその国際世論的にはロシアと中国ってやべえよなっていうので、もう経済制裁なり制裁しまくるよねっていう状態になって、でアメリカの権益が広がるので、別にアメリカ人が中国人とかロシア人を核で殺す必要がないんですよ。別に日本人は死んだんですけど、別に日本人が死んだからといってアメリカがじゃあそれに巻き込まれる必要はないと。でむしろアメリカの国益をどうやって増やすかっていうので、日本にそんなひどいことしてる国はまずいから、じゃああいつらの権益を減らそうとか、国連の常任理事会から中国は外そうぜとか、ロシアを外そうぜっていう形になると思うんですよ。例えばじゃあ核を撃ったロシアが常任理事会から外れると、じゃあそこで核を持ってる大国っていうのが少なくなるし、じゃあ国連の中でその核を持ってて常任理事国として票を持ってる国っていうのも減るので、経済制裁しまくっちゃえばロシアだろうと中国だろうとどんどん弱くなるので、っていう形で得したよねってなるので、日本がやられたからといってアメリカが代わりに報復してくれるという考えが僕は間違いなんじゃないかなと思ってます。ご視聴ありがとうございます。
今回の動画はこちらからの切り抜きになります。